本動画ではブレイブの解説。しかし、その前に全スタイル共通の動画をご覧ください。また、ギルド、もしくはストライカーの動画もご覧ください。そして、ブレイブ片手は理想を目指すとガチで難しいです。説明することが多いので、基本的なことは説明してません。公式のウェブマニュアルもご覧ください。派生とかね。そうしないと本動画だけ見ても意味不明になるよ。非ブレイブコンボ。基本的にストと一緒。回避からの切り上げはブレイブ状態にならないと出せない。わずかな差だが実は結構痛い。回転切りは納刀継続からのみ。ブレイブゲージが溜まりやすいが微妙。マップでハンターの向きに注目。派生で納刀を出した時点で90度向きが変わった。納刀キャンセルで攻撃を出した時にさらに向きが変わった。このように、技によっては2段階で向き調整が可能。しかし片手は不可能、不遇。もう一つの納刀キャンセルのジャンプ連撃、技動作中と、その後しばらく SA、突進から水平まで出し、納刀に派生してジャンプ連撃、味方の攻撃でいなしが起こる可能性はあるが SA 維持可能。このジャンプ連撃はモーション値がかなり高い。しかし3ヒットしないと微妙で、さらに切りたいところからずれやすいので、不遇。ブレイブ状態コンボ、多くの技からバックステップ連撃に派生可能となる。便宜上、この技をバックステと呼ぶ。そして、これを連撃と呼ぶ。通常の回避や、通常のバックステと違い、360度好きな方向に出せる。また、その後の連撃も360度好きな方向に出せる。バックステ後に B を押せば連撃を出さずに回避が可能。この回避も360度好きな方向に出せる。同様に、バックステ後に X で連撃を出さずに切り上げを出せる。この切り上げも360度好きな方向に出せる。ちなみに、バックステ後の派生は切り上げが基本となる。ただしディレイが一切効かない。方向が来るが、方向タイミングに回避をしようとすれば連撃が出る。仕方ないから回避をしてもタイミングは合わない。通常のバックステなら切り上げを出さずに仮技を出せる。しかしブレイブのバックステではできない。よって、ブレイブはバックステ後に極めて危険な状態となる。回避感覚で雑に出したバックステは何かしらで狩られるので注意。ちなみにブレイブはジャンプ攻撃の後に、切り上げを出さずにバックステが可能。バックステが360度自由なのもあって段差からの落下もしやすい。上り段差を利用したジャンプ攻撃の連続はブレイブが優れる。ちなみにバックステで段差切りに着地すると、小ジャンプが出る。これ、かなり難しい。バックステ中は SA あり。バックステが終われば SA は消える。一番使うバックステからの切り上げで SA なし。面倒ねえ。連撃は SA で、その上しばらく SA 続く。ジャンプ連撃も SA で、その後もしばらく SA 続く。納刀いなし、いなすと実ダメージの 30% が赤ダメになるらしい。ブレイブゲージと仮技ゲージはこんな感じ。防具なしだと、こんな感じ。ストや武士道と違ってダメージ量でゲージ量が変わったりしない。基本的に超特殊でいなしをしたら、次の一撃で BC 域、怖がって回復するなら、即死を免れただけ、回復をしないなら、ぶっちゃけ火事場やってるようなもの、割り切っていなし多用して火事場は難しくはないのだが、抜刀攻撃は片手が早い。しかし納刀以降は体験。そしてモーション値は、いなし多用してバットを当ててる時点で劣化体験。次に出せる切り上げの納刀も双剣より遅い。さらに抜刀攻撃から比較するともっとひどいことに。片手は動作が短いからブレイブとか簡単そう、と思われがちだが、いなしなんてしてたら、片手の他のスタイルの劣化であり、さらには他武器のブレイブの劣化にもなる。他の武器は納刀の遅さをカバーしつつ、アイテムを使ったりするが、しかし、片手は抜刀中にアイテム使えるし、抜刀攻撃の弱さと、抜刀攻撃周辺のいなしの遅さ、納刀する意味がなく、むしろ納刀がデメリットすらある。ちなみに切り上げからの納刀が遅いので、切り下ろし。そしていなし。
片手は攻撃できそうという状態では、脳死で切り上げしていいのだが、いなしを視野に入れているなら脳死切り上げは厳禁。この映像は切り上げだったら、いなしは間に合ってない。いなしが成功した後は無敵。いなし後に操作をしなければ無敵時間は長くなる。この映像は怒り時限定。泡をいなして微ダメージでゲージを稼ぎ、操作をせずに無敵時間でやり過ごすなんて方法も、バックステップの無敵。映像のようにバックステップには無敵がある。そしてバックステ自体に攻撃判定があるので、攻撃を当てながら、モンスターの攻撃を裁くことが可能。これを多用していかないと、劣化ストライカーになってしまうし、他武器のブレイブの劣化にもなってしまう。しかし、使いこなそうとすると、全武器の全スタイルの中でも、トップクラスの難易度となる、使用や使いこなすコツを解説していく。無敵が切れる瞬間、バックステ自体の無敵は回避性能に相当とされている。無敵時間は長い。しかし、先ほどの無敵が切れるグラフィックより前に被弾している、ヒットストップがかかっている間も、無敵時間は消費していってる。そのため、ほぼ移動する前に無敵が終了しているわけ。無敵時間中に攻撃判定外に出るという使い方がしにくいため、より無敵時間の少ない回避性能1の回避の方が、抜けるのが簡単というケースが多々。この映像に至っては一切移動せずに被弾している。バックステを当てつつ抜けるのが理想。それも肉質の柔らかい部分。しかし、そうなるとヒットストップがかかり、抜けるのが困難となる。先ほどの映像は全て GP なら簡単にさばけるもの。これなんてほぼドンピシャ。早かったとしても1フレだけ。ちなみに持続は運もあって、抜けられる時は近くても抜けられる。頭にバックステ当てるとヒットストップで無理だけど、GP ではないからさばけるものもあるにはあるが、多段だから攻撃判定長めなので、それを無敵で抜けるのは決して簡単なわけではない。直出しできないバックステ。直出しできるとどうなるのか。派生可能なので、GP。派生可能時間が終わりそう。派生可能時間が終了。しかし直出しができるから GP。というように、派生可能な状態にさえなってしまえば、あとはタイミングよくボタンを押すだけ。派生可能時間終了。これでバックステは出せなくなった。カウンターを狙うので基本的にモンスター正面たち。なのに、バックステが出せない状態。直出しできないためとにかく難しい。見てから間に合う上に、持続が短い攻撃を選んで抜けるだけなら簡単。とはいえ、派生可能タイミングを、モンスターの攻撃タイミングに合わせ、その後に、攻撃のタイミングにも合わせる、1回の無敵抜けをするのに、最低でも2回のタイミング合わせが必要となる。最低でも、2回。理想を目指すと2回では済まないのである。タイミング合わせを2つな字ので説明します。最速攻撃、投げ払い噛みつき。この攻撃にギリギリバックステが間に合うタイミングで攻撃を振っておく。2番目に速い攻撃、噛みつき1段。3番目に速い攻撃、噛みつき2段。以上の3つの技は、さっきの、これにギリギリバックステが間に合うタイミングで攻撃をしていれば、バックステ派生可能タイミング内に来る。問題は次の技。この攻撃はさっきの攻撃タイミングでは、バックステ派生不可能なタイミングに攻撃が来ちゃう。そして、さっきの攻撃タイミングで技を出してから、この攻撃だと気づいてから技を出し直すのでは、バックステが間に合わない。そのため、映像のように、さっきの3つの攻撃ではないと分かった時点で、すぐにディレイで派生を出すことで、タイミング合わせが可能となる。片手はほとんどディレイが効かないので、判断速度、反応速度が重要になる。このような合わせができないと、全技にカウンターバックステは不可能。他のディノの技は見てから、攻撃を出し直しからバックステが間に合う。もう一つ例を、二つならイゼの場合、最速攻撃。これにバックステが間に合うように直前の攻撃を出す。次に速い攻撃。
その次に速い攻撃。ほぼ同じ速度の攻撃。以上の4つの技は、これにバックステがギリギリ間に合うタイミングで、技を振っておけばバックステ派生可能タイミングに合う。そして、問題は次の技。この攻撃は、さっきのタイミングで攻撃を振った場合、技を出し直してからのバックステでは間に合わない。映像では速い4つの技ではないと判断してから、派生で水平を出すことで、バックステを合わせている。水平がディレイで出ているのは、ライゼの技を確認した上で反応しているため、ちなみに、この技はバックステップしてから出してくることもある。その時は、ディレイとかせずに、技を出し直してバックステで間に合う。他のライゼの技も見てから攻撃を振ってからのバックステで間に合う。といった流れ、どの攻撃が来てもバックステを合わせようとすると、1回のバックステ抜けでも数回のタイミング合わせをしているのがわかる。抜けやすい攻撃だけ抜けるのであれば、たまにしか抜けないのだからストでラウポしていればいい。抜けられる攻撃すべてにカウンターするぐらいでないと、ストとの差は埋まらない。ちなみにギルドのバックステ抜けの方が難しいのだが、ギルドは理論上抜けられる攻撃が限られる。だから逆にパターンにしやすい。ブレイブのバックステはほとんどの攻撃を理論上抜けられるので、どれが来たとしても抜けられるように派生可能タイミングを合わせる、というのが理想となるので、めちゃくちゃ難しくなる。簡単なものだけ抜けるならギルドより圧倒的に楽ではあるよ。サイズによるヒットストップ問題。モンスターのサイズが変わると、空振るつもりの攻撃が当たったり、当てるつもりの攻撃が空振ったりも起きる。それによりヒットストップの有無が生じてしまうため、タイミングが合わなくなる。そのため、パターン化が難しい。怒り問題。モンスターは怒ると攻撃速度が上がる。つまり、通常時と怒り時で、合わせ方のパターンを変える必要がある。直出しでさばき技を出せるのであれば、攻撃を1回減らすで済むのだが、派生からしか出せないブレ方手は、手数を減らすだけではタイミング合わせができないのである。獰猛の存在。獰猛部位は攻撃速度が変わる。派生からしか出せないブレ方手の場合は、別のタイミング合わせが必要となってしまう。怒ればさらに速度も変わる。獰猛の存在が最もきついのもブレイブ片手と言える。バックステの位置避け。バックステの無敵抜けをしなければ、様々な劣化となるのだが、バックステ無敵抜けをしても、あれの劣化となる。モーション値はダブルクロスで弱体化したものの、ブレイブバックステの 2.85 倍。ただし、武士双剣はジャスト回避が条件。バックステはモンスターの攻撃が来なくても出せる。ということで位置避けも併用した一連を解説。突進はモンスターが大きいとバックステでは抜けられないことあるので、正面から離脱。ブレスに当たりそうなのでバックステフレーム回避を狙う。移動方向は背後。モンスターが動き出す時の足に攻撃判定があるので、それを避けるためにバックステをするつもり。レイヤーの中心より右にハンターがいるので、レイヤーが振り向くとしたら右を向く。また尻尾180度回転攻撃が来た場合も想定すると、尻尾が現在ある位置にバックステするのがいい。ひるみが起きたので、そのまま切っていた。で、レイヤーが動き出す。なのでバックステを合わせる。尻尾180度回転が来るなら時計回り。また、レイヤーより左にいるので、振り向くなら左を向いてくる。さらに、トルネードサマーが来る場合も左側指導。よって結論は、トルネードサマーだった。位置避け成功。垂れ下がる尻尾を攻撃するために尻尾へ移動。最速でサマーが来た際に抜けられるタイミングでバックステ。サマーではなく着地だったが、着地だったとしても風圧ごと抜けられるタイミングでもある。ここも最速サマーのタイミングでバックステ。風圧を想定して SA をつけて接近。位置避けも併用した場合は以上のようになる。モンスターの正面に立っていないので、行ってくる攻撃も制限できる。すべての攻撃に対してのタイミング合わせが不要になるので、難易度は大幅に下がる。ただし注意すべき点。どちらも切り上げを出した。
そして上は回避、下はバックステに派生。回避の方が全体フレームが短いことがわかる。つまり、ただ一避けするだけなら回避でいい。回避では出せない方向に移動したり、バックステを当ててダメージを奪ったり、回避では届かない距離を移動してアドバンテージを取ったり、そういった工夫をしないと回避の方が優秀。ちなみに上の映像は回避距離がついている。回避距離ありの回避よりも、バックステの方が移動距離が長いのがわかる。無敵抜けしたところで、バックステが当たらなかったり、連撃も当たらなかったりもあるし、普通に回避して突進とかした方が火力出るケースも。体に押し付けて止まろうと思っても、行き過ぎちゃうこともあったり、こういった制御の難しさから、回避や突進の方が安定した火力が出たり、しかし、ブレイブのバックステだからできることもあるが、装備、ブレイブの練習用装備、来る攻撃すべてにカウンターを入れていこうとすると、激ムズなため被弾祭り、ブレイブ状態のタイミング合わせ練習するために特化、本番は当然テンプレ、モンスターによっては連撃や見切りに変える感じ、仮技、最も手数の多いスタイルなので、混沌のバフは大きい。ブレイブはこういうヘッドヒットも狙えるので、元気効果もでかい。心眼による切れ味回復も大きい。バックステで予想外の挙動することもあるので、心眼効果も役立つケースある。そういった理由からほぼ混沌でいいかと思われ。ブレイブ SB。ブレイブの SB もかなり楽しい。相性で言えば武士道の方が上だが、やはり楽しさはブレイブが上。話がなくても暇な時間を活かした SB もある。全スタイル共通動画で流した映像なので割愛。ブレイブの参考動画の紹介。黒虎さんの超特殊ミツネ。バックステム敵抜けを多用しながら修行している。黒虎さんが手を出したクエストは、片っ端からタイムが塗り替えられていくほど、そんな方なのでダメージ効率も考えた上のプレイでしょう。この動画に限らず、片手使いは絶対に見るべきチャンネル。黒虎さんの動画をまず探すでいいレベルです。総量。超特殊ソロをクリアするだけならエリアルよりは簡単。しかし、理想を追求するとガチでヤバい。無敵抜けを多用したエリアルが比にならないほど、ブレイブは難しくなる。まともに動くまでがすでにめちゃくちゃ難しい。しかし、そんなバックステがある程度でも形になり出すと、ダブルクロスでトップクラスに楽しく、片手剣史上で最も楽しい片手剣にもなる。ダブルクロスでやることがなくなったって方、腕に自信がある方、ブレイブであらゆる攻撃にカウンターを目指してみては、一生を費やしても極めきれない沼が待っている。何より片手剣が大好きな方、片手らしさといえば、手数や機動力、となれば、最も片手剣らしいのはブレイブ。ブレイブをやらないのはもったいない。どんだけ突き詰めてもストには勝てないけどね。他のスタイル解説動画で、より詳しく説明していることもあるので、よろしければ他スタイル動画もご覧くださいな。